今回の動画は王国の崩壊を追う3部作の第2回です。前回はレポートを手がかりに王国メンバーがダダドゥ教を裏切るまでの流れを考察しました。今回は謎多きブラシスタに焦点を当てます。分析を進める中で彼女は王国内にとどまらず物語全体に関わる重要人物である可能性が見えてきました。ここからは手がかりを一つずつ整理しながら順を追って説明していきます。王国初期メンバーバンバン8でのブラシスタ登場シーンについては説明不要だと思うので、ここでは彼女がいつ頃から王国にいたのかを確認します。まずバウンセリアの更新レポート8ではすでにバウンセリアが王爵を持っていたことが明らかになっています。このセプターはブラシスタの作品の一つであるため、バウンセリアが仮想に移送される以前から存在していたことがわかります。セプターはシリンジョン自身のセリフからも彼とブラシスタによって制作されたとされています。二人の関係性は他の場面からも見えてきます。例えばダブルパワーはブラシスタの作品ですが、シリンジョンは女子たちが何を用意してくれたか見てみようじゃないかと言いながらこのドローンのリモコンを渡しました。ここでの助手とはジバニウム人やジャンボ助手ではなく、ブラシスタを中心に彼女と交流のあった比較的賢いジバニウム市民を指していると考えるのが自然です。このことからブラシスタはシリンジョンの助手的な立場にあり、王国でもフル株の存在だったと言えるでしょう。さらにシリンジョンはこう語っています。施設が以前のケース群を全て放棄して仮想に投げ捨てた時、そこには私も含まれていた。この発言からバウンセリア、シリンジョン、ブラシスタの3名は少なくとも王国の初期メンバーとして地下に放棄された可能性が高いとわかります。そしてシリンジョンのもう一つの言葉、王爵は最初女王に渡されたが、それはただの意味のない小道具だった。彼女が役割になれるためのな。この発言からバウンセリアは意図的に女王の役割を与えられたことがわかります。また周囲の者たちの脳の構成を操る追加機能が後から付け加えられたことからも、セプター自体には当初洗脳の力はなく、後にシリンジョンが改造したことがうかがえます。したがってバウンセリアを女王として配置したのはブラシスタとシリンジョンである可能性が高いのです。王国誕生、その後地下の家族としてダダドゥ教、ビターギグル、キティザウルスが加わり、最後にトードスターが加入することで女王の広間の絵画に描かれた構図が完成します。しかし本当にここが王国なのでしょうか。バウンセリアを模した旗、大砲、足止め用の柵などからは城のような雰囲気を感じます。さらに周囲に残る民家の痕跡からはまるで城下町のような印象すらあります。けれども不自然な点が一つあります。それが門です。スローセリーヌのトードスターアーカイブにはこう記録されています。カタツムリは私が王国の正門付近を巡回中に捉えられた。ゲーム開始時のシーンに出てきたもう一つの門を正門と呼んでいます。そのためその奥に本来の王国が広がっていた可能性があります。ゲーム上では暗くて判別できませんが、意味深な空間を不自然に残しているのは確かです。ここが王国ではないと考えられるもう一つの理由がバウンセリアのレポートです。自分が移される先にも同様に装飾された高速棒が用意されるのかを尋ねた。職員は肯定の返答をした。これは幼稚園のような飾り付けを意味するのではありません。実際に職員が肯定していること、そして別の記録で、ケース14は今朝、新たな住居に移された。彼女は満足を示したが、自然な不安も見られた。とあることからも、移送先は幼稚園ではなく落ち着いた建築装飾を施された環境だったと解釈できます。では、バウンセリアや王国メンバーはもともと地下のどこにいたのか。その答えは、バンバン8に登場したシリンジョンの塔です。内部には赤い絨毯や芸術品を展示する画廊があり、もともと研究所の一部だったことがうかがえます。彼らはその場所に住み着き、城のように作り変えて王国と名乗ったのでしょう。そして王国崩壊後、シリンジョンがその場所を自らのオフィスとして再利用したと考えられます。さらに注目すべきは、塔にはブラシスタの作品を展示するスペースや、シティンジョンに彼女の作品を上映する劇場まで存在している点です。これらから、シリンジョンは単なる科学者であるだけでなく、ブラシスタのアートに強く影響を受け、信頼を寄せていた間柄だったことがうかがえます。なぜ消えたのか。では、なぜブラシスタは消えたのか。それは、シリンジョンがブラシスタを消そうとしたためだと考えられます。理由は、ブラシスタがフランボの存在を知っていたからです。壁画の制作者は明確に示されてはいませんが、流れから見ても画家であるブラシスタだと考えるのが自然でしょう。そして彼女は
その壁画にフランボを描き残していたのです。これらの絵は管理部の指示ではなく、あくまで事実を描いた結果に過ぎなかったのかもしれません。しかし、それがシリンジョンの逆鱗に触れ、彼女はジバニウム村へ送られてしまったのではないでしょうか。つまり、補佐役であったとしても都合の悪いブラシスタを、シリンジョンは深淵に葬ろうとしたのです。力関係から見ても、シリンジョンが上に立っていたと考えられます。ブラシスタの行方はレポートでも示唆されており、ジバニウム村にはフランボの名前と真実を知る者たちがいます。長老が人格者として描かれるのも、ここでブラシスタと交流していたからだと考えられます。本来の計画へ、やがてシリンジョンの支配が終わり、文字通りルールが変わった時、ブラシスタは再び姿を現し、本来の計画を始めようとしているのかもしれません。ダダドゥ教のセリフにはこうあります。私の指揮の下で共に、女王が果たせなかったことを完遂するのだ。また、シリンジョンもこう語っています。あの男の野心と献身は、今でも誰にも匹敵するものを見たことがない。もともと、ダダドゥ教の計画は女王の計画そのものでした。そしてそれは人間がいなくなった施設でも遂行可能であることを考えると、単なる人間への反乱ではないと読み取れます。ブラシスタ自身の計画には、主人公が必要であるという点でもダダドゥ教と重なります。つまり、女王バウンセリアが果たせなかった本来の計画が、今も深淵の奥で息を潜めているのかもしれません。今回の考察が参考になったら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。